はい、皆さん、こんにちは。僕、個人的にめちゃくちゃ嬉しい出来事があって、僕が好きなバンドのディラン・グレイさんのボーカルのキョウさんが、なんと、唯一見てる YouTuber、僕って言ってくれたんです。ありがとうございます。最高に嬉しいです。いや、もうマジ、これ10年前の画像ですけど、メイク真似するほど僕好きなんですよね。ライブも何十回行ってます。シアトル公演も行きました。キョウさん、ありがとうございます。頑張ります。今日は日本の都市伝説を話していきたいと思います。その前に、日本と全く関係ないんですけど、少し話題になっている14歳のインド人の預言者、皆さん知ってますか？アビギャ・アナンダという14歳の少年は、ジョーティッシュっていう生成術師で、占った内容を YouTube にアップしているんですけど、2019年8月22日にアップされた動画の内容が、今起きてる出来事を予言したんじゃないかと話題になっているんです。動画のタイトルは、2019年11月から2020年4月にかけて、世界中で危機が訪れるというものなんですね。どんな内容なのか、簡単に要約すると、99% 戦争が起きると言っていて、アメリカとイランが濃厚だと言います。タイトルのように、2019年11月から2020年4月にかけて、世界で危機が訪れる。3月から4月はピーク。そして経済と航空サービスなどの交通機関は大ダメージを受けると言っていました。これ確かに今起きてる出来事ですよね。3月から4月、確かにピークだったかもしれないです。で、経済、航空、交通サービス、大ダメージ受けてます。確かどっかの国の航空会社が倒産しましたよね。そんなことを誰が予測できたのか。また恐ろしいのが、今年の12月20日から世界中で新種のウイルスが流行ると言います。これガチです。これがかなり致命的なものらしくて、今のやつよりやばい世界危機が訪れると言います。予言ってあんま信じないですけど、こんだけ当ててたらちょっと恐ろしいですよね。また現実的に今年の秋か冬ぐらいにまたウイルスがさらに蔓延するって言われているので、生成術あんま詳しくないけどえげつないですね。これ去年の8月の動画ですからね。ただ未来は変えられるっていうことで、今のみんなの意識がこの先の未来を左右するそうです。ちなみにウイルスの対策は有機野菜などを食べて免疫力を上げることだと言っています。あとヨガをしたりと。インドなので菜食主義とかヨガとかは理解できますよね。めっちゃ要約しましたけど、気になる方は調べてみてください。タピオカブームってもう終わったんですかね。去年タピオカで大賑わいして、いろんなタピオカ商品が登場してましたけど、そんなタピオカブームに奇妙な法則があることを皆さんご存知でしょうか？タピオカがブームになったのは、実は今回が初めてではなく、過去に2度ありました。一つ目のブームが1992年、中華料理、エスニック料理のデザートなどに入っていたタピオカ入りココナッツミルク、これが流行ったそうです。当時は白いタピオカが多かったそうです。そして第2回タピオカブームが2008年、台湾ブランドが日本に登場したことによって再びブームが起きました。このブームが起きた2つの年、あることに気づきませんかね？実はタピオカが流行った年にはある法則が適用されているんです。その法則というのが株価大暴落。1回目のタピオカブーム1992年、ちょうどその頃1991年から93年にかけてバブル崩壊が起き、デフレ不況に入りました。2回目の2008年といえばリーマンショック、サブプライムローン問題がきっかけに世界規模の金融危機が発生しました。驚くことにタピオカが流行ると不景気が訪れるという奇妙な関係性が見られるんです。そして3回目のブームは2019年、いろんなタピオカの商品が出てきて、街中で若者が持ち歩いているのは大体タピオカドリンクでしたよね。去年の流行語でトップ10入りしたのがタピルでした。僕もウーバーで頼みまくってました。そして皆さんご存知の通り、2019年末から2020年にかけて起きたのがコロナショック。現在進行形で GDP はマイナス成長になるのは確実だとされていて、年間1万件の企業が倒産すると予想されています。またしてもタピオカが流行ると不況が訪れる法則が適用されてしまったようです。どうこの2つが関係あるのって感じですよね。一般的にこういった現象をアノマリーって言うんですね。具体的になぜ起こるか説明できないものの、経験上ある規則性が働いているということです。説明はできないけど、なんか奇妙な法則が働いていると。例えば満月と新月の日には相場が荒れやすい、転換点になりやすいというデータがあります。その理由としては、満月と新月は地球の引力が変化しやすいため、その影響で人の心理状態が変化しやすいということです。もちろんこれも根拠はないんですけど、データとしてはそういう傾向があるということなんですね。タピオカはじゃあどう
どうなのってところですけど、景気循環サイクルとたまたま重なるという意見があるように、おそらくたまたまですよね。こういったアノマリーって経済関係なく日常生活でも結構ありそうですよね。世界にはいろんな UFO 墜落事件とか UFO 目撃事件がありますよね。有名どころだとワシントン DC UFO 襲来事件やロズウェル事件などがありますけど、実は日本にも有名な、しかも江戸時代に UFO 目撃事件があったことをご存知でしょうか。1803年、日立の国、現代の茨城県ですね、の海岸で謎の物体が漂着しました。そこから出てきたのは若くて美しい、見たことのない服装をした女性でした。目撃した漁師は彼女を受け入れたんですけど、彼女は日本語を話すことができず、見た目もこの辺の人ではなかったそうです。面倒なことに巻き込まれることを恐れた漁師はしばらくして謎の女性と船を海に戻し、そのままどこかへ漂流していったそうです。こんな不思議な話が伝説として全部で7冊の書籍に記されているんですね。その謎の船なのか UFO なのかをうつろ船と呼び、代表的な書籍は極低馬琴のトゥエン小説です。謎の物体は鉄製で長さは 5.5 メートル、高さは約3メートル、イラストのように円形の形をしていたそうです。窓ガラスのようなものもあり、船には文字のようなものが書かれていたと。中から出てきた女性は箱を持っていて、他にも植物などもあったそうです。確かにこのイラストを見る限りでは UFO っぽく見えますよね。江戸時代の人が書いた。もともとこの話は江戸時代の都市伝説で、作り話だろう程度で信憑性は薄かったんですね。ただ2014年にうつろ船に関する新たな資料が出てきて、そこにははっきりと地名も書かれていたことから、本当にあった出来事なんじゃないかという流れになったんです。実はこのうつろ船に似ている話、他にもあって、金色姫の伝説、皆さん知ってますか？茨城県豊浦町にインドからやってきた姫が漂流して、漁師がその姫を助けたんですけど、結局その姫は亡くなっちゃって、ただしばらくするとその漁師の夢に姫が出てきて、恩返しをしますって伝えてきて、亡骸を入れていた箱を開けると、そこには虫がたくさんいて、うわ最悪。その虫たちがやがて繭を作るようになって、そこから養蚕業が始まったという伝説があるんですね。なんとその金色姫が漂着したというのが、日立の国、うつろ船の場所とほぼ一致しているというんです。関係があるかはわかりませんけど、金色姫の伝説から多少話を持ってきたのか、あるいは完全別なのか、UFO はちょっと考えにくいかもしれませんけど、異国の地から船のようなものに乗って流れてきたのかもしれないですよね。知識がなかったらね、他の文化の人を触れたらちょっと驚くかもしれないですしね。今日最後に紹介するのは、昔から日本にある、どうなのそれって思わせる都市伝説。青森県にあるキリストの墓。はい、これずっと昔から語られていますけど、実際どうなのって感じですよね。イエス・キリストはユダヤ教の体制を批判したため、ゴルゴダの丘で十字架に貼り付けられ、処刑されたというのが世間一般に知られている歴史ですよね。ただ日本の青森県には、キリストの墓という完全別のストーリーが存在するんです。青森県新郷村には、キリストの墓というものがあります。実はキリストは21歳の時に日本にやってきてて、そこで神学を学んだといいます。これが聖書に記されている、キリストの失われた17年の間だったと。彼は天橋立にやってきて、そこで弟子として日本語を学んだりして、33歳の時にユダヤに戻ったと言います。そこで彼はローマ帝国によって拘束され、処刑が言い渡されるんですけど、なんとそこでどうやったのか彼は逃れることができ、実際に十字架で処刑されたのは、なんと弟のイスキリという人物でした。イスキリ、石切り。当時のユダヤ人、石工職人だったので、おそらくそこから来たと。石工職人といえばあれですよね。なのでキリストはユダヤを脱出し、シベリアを経由し、日本へ再び戻ってきたというんです。2往復ぐらいしてめっちゃ大変。2度目の日本訪問の時には、青森県東部の八戸へやってきたキリストは、新郷村にたどり着き、そこで彼はトライ太郎大天狗という名で、新たな人生を歩んでいたそうです。トライ太郎大天狗めっちゃかっこいい名前。日本人女性の由美子さんという人物と結婚し、3人の子を授かり、106歳で亡くなったと。なのでキリストの子孫は日本にいて、沢口家がその血を引いてるというんです。実際に沢口家の当主は日本人離れした風貌だったといいます。この新郷村には弟イスキリの遺髪とキリストが埋葬されているというストーリーです。ただ別の説ではキリストは日本で亡くなっておらず、そこからまた海を渡ったという説もあります。従来のキリストの話とね、だいぶかけ離れているので、この話信じている人そう多くはないと思うんですけど、奇妙な共通点も存在していて、新郷村はもともとヘライ村と呼ばれていたんですけど、これはヘブライが訛ったものではないかと推測されていて、この村の方言で父親をアヤ、ダダ、
母親をアパ、ガガっていうように、これもアダムとイブがなまってできた言葉なんじゃないかと。またこの地域では日本最古の盆踊りが行われているんですけど、自分でやってて笑っちゃったよ。ごめんなさい。それを、なんにゃっておやらって言うんですね。なんにゃとやら。どういう意味って思いますよね。日本語って、なんとこれ、現地の方も意味を知らないそうです。よくわからない言葉で歌詞が形成されていて、歌に合わせて踊るんですけど、一説では、これはヘブライ語で、民族の新軍歌を歌っていると言います。意味は、ナザレの主である神を見ようと。まあ、イエス・キリストのことですね。また、この地で生まれた子供には、十字を額に描くなど、キリストなしでは語れないことがたくさんあるんですね。彼にまつわる都市伝説はこれだけではなく、キリストが日本で使っていた名前、トライ太郎大天空、最後の天空の部分がなまって天狗になったという説も存在します。鼻が高く赤い顔、ボーボーの髪の毛。そうだとしても表現の仕方よね。顔怖っ。それだけでなくキリストはサルタヒコという日本神話に登場する神とも同一人物だと推測されています。共通点としては先ほどのように鼻が高く、背が高く、肌色は濃く、サルタヒコは太陽神としての役割があったように、キリストも太陽神ホルスの性質とほぼ同じらしいです。歴史って名前とか呼び方は違うけど、実は同一人物だったっていうの結構ありますよね。有名なのだと服部半蔵と松尾芭蕉、源義経とチンギス・ハン、明智光秀と空海などなど、数百年後に現代の人もそういった扱い受けるんですかね。タック、チンフェみたいな、実は同一人物説。そりゃちょっとね、世間は許しちゃくれやせんよ。まあ、キリストの墓は一応偽物だということになっています。前々回の動画で紹介した竹内文書に書かれていたことなんですけど、それが偽書だということになっているので、これは村おこしのために行われたとか、まあ他の説としてはキリスト本人ではないけど、キリスト教徒の人がここで暮らして亡くなったという説もあります。どちらにせよロマンのある都市伝説ですよね。情報社会になった今は厳しいかもしれないですけど、今より前の歴史はやっぱ権力者の都合のいいストーリーがほとんどなのかもしれないですよね。まあこれも掘ったら面白そう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。